皆さんごきげんよう、上川薫です。今回の動画では前半でまずはトランプ関税にまつわる世界的な景気後退の可能性上昇について解説。後半でその影響なども話しつつ、ウクライナ情勢の余談をしておきましょう。まず最初にトランプ関税。またまた状況が悪化しました。トランプ大統領は世界各国に対して関税をかけていますが、その中でも最も高い関税を中国に課しました。まずは 20%、その上に 34%、さらに 50%、合わせて 104% です。これに対して中国も報復関税を含むものとして 84% の関税をアメリカに対して課しました。この中国、アメリカとの間における貿易関係なのですが、中国はアメリカにとっても製造工場の役目を果たしていて、様々な品目が中国からアメリカへと輸出されています。一方においてアメリカから中国へと渡っているものは農産物や地下資源が主力となっています。農産物については、例えば人間が食べるためのものもありますし、その他豚や牛、鳥が食べるための穀物などもあります。そして近年力を入れているのがエネルギー資源の輸出です。中国側が報復関税として84% もの税率をかけますから、おそらく中国の輸入業者は農産物については前回の動画で解説したようにブラジルやもしくはオーストラリアといったその他の国々へと購入先を入れ替えが進む可能性が高まっています。またこれだけ高い関税をかけられるというのであれば、この際アメリカからの制裁などをもはや気にしなくなるかもしれません。そのためロシア側からの農産物やエネルギー資源の輸入をもっと大々的に発展させる危険性も高まります。ここまで来ると必ずのように経済的な打撃は双方にやってくるわけですが、問題なのは関税がかけられることによって発生するダメージがその国単体でとどまらないところです。アメリカの景気にしても中国の景気にしてもそうですが、両方とも落ち込むと当然のようにその周りの国々で貿易する様々な企業も売上が減少し悪影響を受けます。単純に企業の売上が下がるということはその分だけ賃上げの余力を失いますし、場合によってはリストラや新規の雇い入れといったものが止まってしまうこともありますし、企業活動としても今後の関税政策一つで状況がすぐ変わるなと見て、積極的な設備投資にはなかなか乗り出すことが難しい状況になります。その上、様々な国で関税の悪影響で物価が上昇すれば、それによって人々が何か物やサービスを買うことに慎重になっていきます。これからどんどんと物が値上がりするというのであれば、さあ喜んで消費をしようというような状態ではなく、より選別して物を買わなければならなくなります。この問題をアメリカと中国との間だけでの話だと思っていると、その周りの国々においても悪影響が及び、それが全体の足を引っ張るといった形で、世界景気の後退といったもののリスクが上昇しているのです。ただ、今回のトランプ不景気と呼ばれるようなものの変わっている点は、トランプ大統領が政策をコロッと変えれば状況がいきなり変わる可能性もあるところです。それは一面で良い面であると同時に悪い面でもあります。関税政策をやめてくれたら治るんだなというふうに考えて、じっと耐え続ければいいというような姿勢を世界中の国々の企業が考えれば、それは単純に設備投資が大幅に減少することによる経済の停滞といったものを招きます。しかし、逆にこの状況がずっと続くということを前提にすれば、今度はより多くの支出をして生産体制の見直しを図っていかなければなりません。例えば、アメリカの企業アップルの場合だと、代表的な製品であるスマートフォン、iPhone の値段が倍以上に跳ね上がってしまいます。何しろ関税は 104% です。じゃあ、アメリカ国内での製造に一気に乗り換えるためには、それはそれでまた大きな障害があります。そもそもアメリカ国内で全部作ろうと思っても、半導体は台湾が作っていますし、その他、有機 EL やバッテリー、カメラセンサー、様々なパーツ部品などについては、それこそアメリカ以外の国々でも様々なものが作られており、それらのパーツを組み合わせることで製品が成り立っています。それら全部の部品などについてもアメリカで作ろうと思えば当然のように、それら全ての企業が
アメリカに投資し、土地を取得し、建物を作り、生産設備を整え、従業員を教育し、ようやく生産網が構築されることとなります。それには莫大な費用と時間がかかります。さらには、それらについて全部やったとしても、最終製品の価格が大幅に上昇します。アナリストの試算によれば、例えばスマートフォンの iPhone を$1000だと設定した場合において、純アメリカ製で作った場合において、値段は$3500、3.5 倍になると試算されています。それはもはやみんなの買うようなスマートフォンの価格ではありません。本当に一部のお金持ちの人たちがステータスアイテムとして買うような、いわゆるハイブランド商品となってしまいます。そのようなことをすれば一体何が起こるかといえば、当然のように世界中に多く販売するブランドは全く別のものとなります。ルイ・ヴィトンやエルメスの製品がみんなが持っているような製品ではないのと同様にして、別のメーカーの商品がみんなの手に渡ることとなります。その時に最も大きくシェアを伸ばす可能性があると言われているのが中国メーカーです。それはきっとトランプ大統領も望んでいないことでしょう。しかし、今のように関税をものすごい高くかけて、純アメリカ製にしなければという掛け声を唱え続けることによって、かえってアメリカの企業が競争力を失う危険性が高まります。ただ、これは中国側の企業についても同じことが言えます。これまでは中国で作ってアメリカへと輸出する。それによって中国の製造メーカーは職を得てきました。当然のようにそこでは利益率は低くても確実に大きな仕事であり、多くの人々を雇い、それに伴う売上といったものも確保してきました。関税がかけられることによって商品価格が上昇し、売上の個数全体が減少すれば、やってくる仕事自体も規模が縮小してしまいます。こういった話を聞いて、なんだ日本と関係ないやと思われる方がいるかもしれませんが、それもまた間違っています。というのも、日本の場合だと、最終製品は別に日本メーカーではないけれども、その中身についてはかなり日本メーカーが強く、様々な物品を製造し、製品の中身として入っています。ですから、販売総量が下がれば当然のように必要とされる部品数についていっても減少しますから、日本企業にとってもダメージが回ってくるのです。こういった状況に対して、トランプ不況が訪れるのであればといった感じで、現在石破政権では国民全員に現金給付をしようといった政策が検討され始めたそうです。所得制限を設けず1人当たり約5万円といった額が報道され始めました。今年は選挙の年になりますから、その選挙の目前あたりに実施することを目指しているものとみられます。こういった現金給付の作戦については、新型コロナ問題の時に行いましたが、その時にも様々な問題が指摘されました。例えば、お金を配るにあたっての様々な諸経費がやたらと高い問題。現在はマイナンバーカードが少しずつ普及することによって、そこと紐付けられた銀行口座へと振り込むといったことも現実的になってきました。しかしまだまだ完全ではありません。そして多くの国民にしてみると、この5万円という額が選挙前に配りますよという話は、純粋に国民生活を助けるためではなく、選挙対策としてお金を配るんではないかという捉え方が広まることによって、実際的には一時的なものに過ぎず、結局のところ国民の信頼を得ることはできないのではないかといった面です。本当に国民のことを考えるのであれば、物価高が進行するのに合わせて、基礎控除については、機械的にある程度連動するような政策を実施したり、今だけではなく将来にわたって状況の変化に対応するような政策を打つべきでしょう。何にしても、トランプ関税は世界中一律に 10% の関税プラスアルファアメリカの貿易赤字が多い国々に対しては高い関税を課しています。その中でも中国との間では報復関税の応酬が始まって貿易戦争がまさに開戦しました。この悪影響は今後時間が経てば経つほどより大きな悪影響を周辺国にももたらしますから、世界的な不景気の引き金になる可能性が出ています。トランプ大統領はそうしたことが起きたとしても、関税をかけることによって得た関税収入といったものが、今度はアメリカ国内での大幅な減税政策へと連動するんだとして、世界中が迷惑してもアメリカ国民だけは大丈夫だという話をしています。果たしてそううまくいくかどうか、私はかなり疑問を持っています。トランプ支持者の人たちはきっとそれでうまくいくと思っているでしょうが、現実には物価高によって生活苦に苦しむ人々がかなり出るのではないかと私は見ています。さて、続いてはウクライナ情勢関連のニュースから。
ウクライナ、ロシア軍参加の中国人捕虜にアメリカ憂慮。ウクライナがロシア軍と共に戦っていたとされる中国人2人を捕虜にしたことについて、アメリカは警戒感を示し、これは中国によるロシアへの支援の度合いを示すものだと述べた。ウクライナのゼレンスキー大統領は、東部ドネツク州でロシア軍に参加していた中国人2人を捕虜にしたと発表した。アメリカ国務省の報道官は記者団に、中国人兵士が捕らえられたことは憂慮すべきことだとコメント。中国はウクライナ戦争におけるロシアの主要な支援者だ。中国はロシアが戦争を維持するために必要な軍民両用品の約 80% を提供していると指摘し、この2つの核保有国の協力が続けば、世界情勢の不安定化がさらに進み、アメリカやその他の国々の安全、安心、繁栄が損なわれるだけだと述べた。バイデン政権以降、アメリカは中国がロシアに軍民両用品を送っていることを非難してきた。現在のところ中国は表立っては部隊の派遣といったものはしていないとしています。しかし、以前から中国人義勇兵がロシア側に入っていることなどは2022年段階から進んでいました。ですから、今回の一件、果たして軍の指示で中国人兵士がロシア軍へと参加していたのか、それとも単純に志願兵としてロシア側に入っていた中国人兵士だったのか、この区別がまだまだ情報としては入ってきていません。何にしても中国が表立ってはいなくとも、水面下で様々な物品をロシア側に流していること、それ自体は確認されているわけですから、トランプ政権が中国のロシア支援を批判するというのであれば、さっさとウクライナを支援してロシア軍を叩きのめすべきでしょう。また、残念ながらアメリカによるロシアに対する圧力低下の懸念が報道されています。米軍が東ヨーロッパから1万人撤退か、アメリカが東ヨーロッパに駐留する米軍部隊1万人以上撤退させる可能性があると NBC ニュースが報じた。一部の専門家からはロシアを突き上がらせるのではないかと懸念の声が上がっている。アメリカはバイデン政権時代の2022年、ロシアのウクライナ侵攻を受けて東ヨーロッパに約2万人を増派し、NATO の東方前線を強化した。NBC はルーマニアとポーランドに駐留する米軍部隊の半減について協議が進められていることを政府当局者6人が確認したと報じた。トランプ氏は NATO を繰り返し批判し、ヨーロッパが軍事費を増やし、ウクライナ軍事支援を主導することで、NATO の防衛責任をもっと負うべきだと主張している。アメリカシンクタンク戦略国際問題研究所のジョーンズ氏は、米軍の規模を縮小すれば、ロシアのプーチン大統領のヨーロッパ全域に様々な形で干渉する意欲をかき立てることになると警告した。現在ヨーロッパには約10万人の米軍部隊が配備されている。記事に書かれていない補足としては、トランプ政権では軍事費を8兆円削減します。これに伴って世界的にも兵力の削減が進められることとなります。削減されない地域として対中国のために展開しているアジア地域においては兵力は維持されます。トランプ大統領はヨーロッパのことはヨーロッパでやればいいと話して、こうした戦力削減を進めるわけですが、それがロシアにとっては好都合な状況を生み出しているわけで、国際情勢の悪化をさらに促進するものとみられます。ロシアが軍事力で好き勝手やる姿というものは、結局のところ中国にとっても後押しになるわけで、アメリカの利益になるわけではありません。最後に余談をするならば、ここ最近私はトランプ大統領の話題をするとき、必ずのように批判することとなっています。それをもってしてこのチャンネルが反トランプチャンネルだなとコメントする人が出るわけですが、私自身としては政策を個々に判断した上で批判を行っています。そして取り上げる話題がことごとく批判につながっているのは、結局回り回って日本にとっても悪影響を与えているからです。例えば国際情勢について言えば、トランプ外交はアジア情勢について悪い影響を与えています。ロシアによるウクライナ侵略に伴って軍事力を行使することがあたかも批判されないかのような話になってしまいました。戦争犯罪を黙認し、他国に軍隊を送り込んで領土を強制的に併合する。こうした動きをアメリカが追認するとなれば、他の国が同様のことを行った時に、これを制止するだけの国際世論といったものは、なかなか盛り上がらないこととなってしまいます。ましてやアメリカ自身が文句をつける立場にはないわけです。それは東アジア情勢、特に中国による台湾侵攻の可能性などについて、より危険性を上げる前例を作ることとなります。そしてトランプ関税は対中国といっただけではなく、世界中に対して関税政策を
を実施し、それに伴って貿易体制そのものを大きく変更することを強制しています。アメリカ国外で作るのではなく、アメリカ国内で作るようにと、海外の企業に対してアメリカに投資するように促し、その上でアメリカで作ったものをアメリカ国内だけで使うのではなく、国外へと売りつけるためにも、世界中の国々がアメリカに対して関税を撤廃するように求めています。さらにはそのような時代へと突入した時には、アメリカの生産品が世界中へと販売できやすいようにと、ドル安政策といったものを世界中で協調的に成し遂げようといった話なども出ています。物を他の国に売る時には、通貨は安い方がより有利になるからです。トランプ大統領が常々言っていたアメリカファーストというのはアメリカさえ良ければ良いといったことをまさに実行しようとしているわけです。しかしそこには他の国々がどうなってもいいといったことをかなり含んでいるものであり、同盟国や友好国と共に栄えようという考え方がまるで抜け落ちています。トランプ大統領の行為は従来築いてきたアメリカのいわゆる国際的な信用を自ら毀損するものであり、こうした横暴といったものが続けば、結局のところ独裁者の国と何が違うんだみたいな話へと繋がってしまうわけです。こういったトランプ大統領の姿を見て、いや、トランプ大統領素晴らしい政治指導者ですねと評価する人、一体どんな立場からそう話をしているのか、私にはちょっと理解できない考え方です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、スーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。